Hello everyone, my name is Yozo Otsuki from Kurasu. I am here with my very good friend Kosuke Yoshihara at his beautiful shop Yoshihara, and I'm here with him and to have a conversation why he left Kurasu, why he started Yoshihara, and his journey going forward. Some of you might recognize him from our past videos that we have done at Kurasu. Kosuke has been such an instrumental part for Kurasu and our coffee, sourcing greens, QC, acting as our head roaster. So he's been an instrumental part of our team for so long. Now he has his own beautiful shop named Yoshihara. But first, let's brew some coffee. コーヒーを入れていただいていいですか？はい。うまいな。今は何のコーヒーを入れてくれるんですか？今は、どっちもウォッシュドなんですけど、エチオピアとコロンビアのコーヒーです。はい。吉原お店の時って、はい、そのメニューってすごいシンプルな、はい、メニューじゃないですか。はい。その例えばエチオピア今のラインナップとかエチオピア、はい、ブラジルですとか、はい、書いてないじゃないですか。はい。あれは何か理由があるんですか？そのコーヒーマニアな雰囲気をマニアックな雰囲気をなくせるかみたいな、あとは自分が消費者としてコーヒー屋さんに行った時に結構情報の多さにこう、カウンターの上のその情報の多さになんとか整理しきれなくなる時があるんで、なるべくシンプルさを保ちたいっていうのの2点が大きな理由ですかね。なるほどですね。コーヒーをでもお客様、はい、逆にコス君が選んでるってことですよね。はい、そうです。はい。大体その日のこう一番調子がいいやつを出すようにはしてるんですけど、もちろんなんか聞かれてとかこれが飲みたいと思って来てくださった方にはそれを言っていただければ、それを提供するようにはしてるんですけど、何も言わへんかったら基本的にこのコーヒーって決まってるか、それともそれもその会話の中で決めてるって感じなんですか？ご新規の方、初めて来てくださった方にはこれっていうのは毎朝決めてます。なるほど。はい。で例えば毎日来てくださってる方とか僕の中に限界はあるんですけど、その前回これ飲んでくれはったなみたいなとかもいろいろ含めてその何回も来てくださってる方には変えたりします。はい。じゃあ今回も選んでくれてるんですね。ありがとうございます。そうですね。じゃあちょっと移って話しましょうか。はい。はい。お願いします。吉原初めてどれぐらいになります？してから約5ヶ月ですかね。おお、はい、あっという間ですね。ほんまにあっという間ですね、毎日。でもやめるってやめようと思い始めたのはどのタイミングだったんですか？その辞める1年前ぐらい、その自分の下にそのね一緒に焙煎してくれる子たちが入ってきた。今やってる拓也君ですかね。そうですね。はい。っていうのもあり、考え始めたのは1年前ぐらいでしたね。で生産国、結果的に生産国でなく、はい、この吉原を開ける、それはなぜですか？いや一言で言うとやっぱ自分の実力不足っていうのがもう全てなんですけど、それは何でしょう、いろんな面があるんですけど、言語面であったり、資金面であったり、今回はそれがこううまく話が進まず、でももう仕事は辞めてるんで、何かしらやっぱり自分でお金を生み出さないといけないという状況で。吉原っていうのはもう大胆なこれも聞かれると思うんですけど、
で、まあ、で名前ってところもそうだし、吉原コーヒーなんとかコーヒーとかでもないじゃないですか、もう名前じゃないですか、そこら辺はいろいろ考えたんですけどね、どんな店名をつけるにしても結局まあそれってこう自分の伝えたいこうメッセージ的なところもあるじゃないですか、自分自身というか、その伝えたいことを掘っていくと、それはもう自分っていうところにまあ行き着いて、もうそうやったら自分の名前でいこうっていうのと、まあ長いことやっていきたいんで、自分がより年齢を重ねていった時でも、まあ、ちょっとこう恥ずかしくないって言ったらあれですけど、30代の時に自分が考えた、まあ例えばなんたらコーヒーみたいなのが50歳の時の自分もそれがこうちょっとこう恥ずかしい気持ちにならへんかなっていうので、それでいうとまあ自分の名前はもうすでに30年間使ってるんで、まあ、それは変わらへんから、変わらない、改めて吉原のその構想、ちょっと自分なんかいろいろ考えてた結果だと思うんですけど、ちょっともう少しシェアしてもらっていいですか。どういうことを考え、どういったことをやりたいなっていうふうに思ってこのお店を開けたのかっていう。一番やりたいことは、まあ、美味しいコーヒーをもっと広めたいというところなんですけど、でもその広め方というか、僕はなんかコーヒーちょっと情報が多すぎるなっていうふうに感じていて、特にその消費国というか、自分にとってはなんか情報の多さが逆にその学ぶ上での足かせになるというか、あとまあおしゃれさですね、お店の遠ざけてるんじゃないかなって自分の中で思っていて、なのでそういう部分をなるべく排除したお店を作りたかった、なのでまあコーヒーのメニューとかも置いてないんですよ。今日例えばエチオピアです、こんな味がしますみたいな、なんか情報を飲んでるわけではないっていうところですね。これはこういう理由で、まあ、美味しく感じると思うし、でも逆にそういうのがあってちょっとこう自分には分からない世界だって遠ざけてしまう人たちも一定数いるのかなと思っていて、なるべくこうフラットに、まあ、段差がないように、そういうコーヒービギナーの人たちと、自分たちと、なのであんまりコーヒーこだわってます感は出さないようにしてるんですけど、クラスでずっとねいろいろな経験あったと思うんですけど、一番そのつながりを感じるところってどういう、そのクラスにやったからこそ今とつながってるみたいなところってどういうなんかありますか。日本国内だけでは考えてないっていうところです。まあ、今現状まだちょっとチャレンジできてないんですけど、海外の自然とそう思ってるんで、それはまあクラス出身である自分やからこそなのかなっていうところは強く感じてますね。だから今海外発想とかもね、こうどうやったらいいかみたいなクラスにいた時にもっとちゃんとそこら辺のことを全然なんか聞いてくださいやっとけばよかったと思いながら、そうですね。まあでもね、今後、どういう、まあそんな海外のこととかも話あったし、どういうふうにしていきたいってなんか考えてることありますか。まずまあ普通に店舗で言ったら市内に焙煎所含めて3店舗ぐらいはオープンさせたいなと思ってて、次のステップはやっぱり焙煎所を作ることですかね。まあ体力的にも今なかなかね遠いところまで借りに行ってハードなんで、それが一番ですかね。なんていうか、まあ、こういう規模でこれまでになかった地域であったり場所っていうところに自分たちのお店をこう少しずつ開けていきたいなと思っていますね。まあ、あとは人ですよね。そうですね。今はお二人でやられてるところが、多分もう店舗を増やすとなると、とかなんかもうちょっと拡大しようとなるとどうしてもそうですね、人が必要になってきますからね。そのチームメンバーの一人、オーナーじゃなくてチームメンバーの一人として働いてる人たちの気持ちも分かるんで、より一層人材って
探すの難しい僕みたいにすごいありがたい環境で5年間働かせてもらってもやっぱり最終的には自分でお店やりたいって言って、まあ辞めていく人たちもいるわけじゃないですか。頑張っていきたいなと。今日本当にありがとうね。いえ、こちらこそありがとうございます。はい。クラスでも改めてありがとうございました。このタイミングで、でもなんか本当に僕自身もね、こういったお店作ってくれて、すごく嬉しいなっていうふうに思っていて、結構来てると思うんですけど、はい、だいぶ来ていただいてます。結構来て、なんかすごい居心地のいい空間で、こんな美味しいコーヒーをいろいろなところで、京都もこういったいろいろなところで飲めるっていうのはすごく嬉しいですし、ぜひクラスの、視聴者の皆さんも京都来た時はクラスと、そして吉原と、はしごして来ていただきたいと思います。はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。